先日のオンライン実践会で、すべて因果法則とご指導いただきました。改めて長老のご法話やご著書を当たってみると、因果法則と因縁法則という言葉2つに出会います。因果縁はそれぞれ原因結果条件と理解していますが、因果法則や因縁法則として語られる場合には、同じこと言い換え可能にも思えよく分かりませんので教えてください。まあ別に言い換え可能です。まあその時その時思い立った単語因果法則というし因縁法則というしね。で因縁法則という単語がまあ精密な単語で、まあ一般的には因果法則というんですね。だからそれぐらいの、差ですよ。ジェネラルバージョンか特別なスペシャリストバージョンかどうかね。だから因と縁っていうのは因は原因で縁は条件でね、まあその2つ合わせて結果のようなもの現象が現れるんですね。でそれは全ての物事はそのように起きて消えてはいくんですね。だから因果法則が仏教の理論になりますね。だからいろんな宗教家がいろんなことを教えてますけど、仏教は何を教えていますかと、ブッダは何を教えたのかと聞いちゃうと因縁法則を教えたんで、それだけです。答えはシンプルなんです。問題は因縁法則はまあそう単純には理解できないんですね。じゃあ他の一神教で言ってる全ては神でありということは理解できる、さっぱり理解できないでしょうね。だからまるっきり理解できないことを言っちゃうと、ちんぷんかんぷんな的な妄想を言っちゃうと、世界中みんなそれに乗りますけどね。因縁法則っていうのは全てわかるわけないんだけど、それなりに我々には調べれば全て因縁法則でしょうね。例えば上の山の方で豪雨だったらこちら辺は降水になりますかと、そう決まってない。まあ川の水がすごく増えますけど、降水になるくなるだけでもう他の条件も必要なんです。例えばもう東京なんかはね、いくら雨が降ったってもあんまりどこにも全然わからないんですね、水がどこへ行ったのかと。だから道路はもう水の中に入り込むことはあるはずなんですけど、じゃないんですね。なぜならばまあ条件違うんですね。こちらが川に流されない余った水をもうちょっと溜めてもらってゆっくりと流してるんですね。だからまあそれは因縁といえば因縁でしょうし、条件といえば条件でしょうしね。だから必ず4月1日2日3日で花が咲きますかと。じゃあここら辺のゴータミの方でチェックしてみてもね、必ずその日で毎年ではないんで、いろんな条件ありますよね。だから空気の温度も関係あるし、まあいろいろ、だから原因だけではなくて条件というものもあります。だから我々のはそれ調べられます。一神教の神っていうのは調べることは不可能なんですね。だから人々に調べることをできる、試してみることができる教えは因縁法則なんですね。しかしあまりも宇宙全体の法則だから全部知ったっていうふうな余計なことを言わない方がいいっていうことになっているんです。
だからお釈迦様がじゃあ自分の体の50運のことに対して因縁法則を当ててみてくださいと。それだったら誰にだって研究できるし、それ発見する人々は悟りに達するし、全ての邪見見解がなくなっちゃって、邪見見解っていうのは一般人の捏造した概念でしょうね。全部なくなるんです。因縁だよと分かってますから、それでだいたい夜かに達するんですね。因縁法則分かると。そういうことで仏教で修行にも使いますが、仏教の修行においては自分の肉体体感覚に当てはめて因縁の流れをチェックする。それのやり方、正しいやり方は全部教えているし、わざわざこの先入観持って初めから因縁法則こそが真理やっていうふうに先入観持って調べると間違う恐れがありますね。だから微妙にでは間違ったら困ります。だから科学研究の場合でもまず仮説数を立てて研究するんです。で、仏教はそれもちょっと困ると。だからヴィパッサナ実践やる人々には仮説数は上げないんです。で、このように観察してくださいと。観察していくと、本人自ら、あら、これ因縁でしょうと発見するんです。そうすると、それが本物の発見になるんです。だからあまり頭で概念使ってないんだから、何が起きたかわけもわからなくなっちゃう場合は、もうそれから後で仏教用語、専門用語を出してあげて、ちょっと発見したものは整理整頓してあげる。整理整頓してあげても、先に本人がこの知恵、データ、経験持っているんです。で、それは仏教の研究のやり方なんですね。仮説を上げて研究すると、どうしても仮説を立証したいんですね。仮説が正しいと言いたくなるんです。で、そちらにちょっと曲がっていくんですよ、研究は。で、科学世界はそうなってますが、仏教は仮説ありますよ。例えば我々にとってはね、無常空無我っていうことを分かってないんだから仮説なんですね。ブッダに教えたものだからね、真理でしょうっていうね。でも真理ですということは自分に自信持ってはちょっと言いづらいところもあります。無我なんかはね、自分が自我という感覚を持っているんだから、頭のどこかでちょっと上辺だけでやっぱり無我ですよというだけで学者みたいな感じでね、分かってないんですね。だから瞑想する方々は無常空無我っていうのはブッダの教えですよと、それ発見しましょうというふうになっちゃうと、やっぱり仮説が割り込んでいるんですね。そうするとどうしても無常空無我を立証したくなるんです。ブッダの教えに対しても、どうせ仏教とですからね、瞑想実践するの。ですからちょっとそこら辺に偏ってしまうということもありますね。だから瞑想実践の場合はこういう仮説を出せないで、ただ自分を観察しなさいと。自分と言ってよくわからんだから、まず物体をチェックしてくださいと。すぐ物体を分かっている感覚に進んじゃうし、でその裏にある、心の働きも見えてくるし、それから心の中身も見えてくるし、それでちゃんと
真珠なんでしたっけ真珠信仰ですね。4段階でオートでいっちゃいますよ。なんでオートでいきますかと、それは真理だからね、仕方がないんですもん。正しく瞑想する人はその順番でいきます。まあですからこの因果法則っていうのはすごい膨大な教えで、軽く見ない方がいいともおっしゃってながら、我々には自分の五十運の、からくりだけチェックしてくださいと、それぐらいはできるでしょうと。本当はまあ宇宙のすべての物事は因果法則なんです。なんでブラックホールありますかと。ホールじゃないんだけど、なんであちら普通の太陽よりもマンモス太陽よりももう何万倍も大きいんだけどね。である箇所因果法則なんです。だから科学者にもブラックホールを研究できませんだけど、自分知ってる物質法則を使ってブラックホールっていうのはこんなもんやこんなもんやと言ったりはする。これ科学者も推測で言いますから、この我々には確かめることできないダークマターというね言葉も使ってますけど、もっと宇宙がすっごい大きいんだと、我々観察する宇宙よりはもうはるかに大きいんだと。だからこの星々がねじ曲がっちゃって宇宙ができてますね。全部スパイラル状態でしょうにね。なんでスパイラルになるんですかね。これは丸くなった方がいいでしょうに。なんか丸くなれないんですね。一つの星団取ったらそれはスパイラル、エンドロメダ星団で言ったらスパイラル。なんだこれと。なんかお互いの引力だったら近寄って丸い玉になるはずなんですね。丸い玉の星団はないんです。ないでしょう、わからないだからそこは別種なエネルギーが働いてるんだと。それはもうようわからんだから、これをダークマターとか言ったりはする。たとえダークマターを研究することはできたとしたっても、そちらにもあるのは因果法則なんです。因縁でこんな結果になったと。だからそれは我々には調べることできないし、調べたからって言って何の結果どうったことないんです。生きてる人間にとっては。だから無駄なことをやめてより命は短いでしょうねと。こんなもう100年足らずの寿命を持ってそうそう接する時間持ってる宇宙のことをね調べるはずがないでしょうね。これは犬は人間の寿命について研究するような感じなんですよ。あれ不可能です。犬が生まれた時もその人間がいるんですね。そこで自分が年取って死にかけてる時でも同じ人が自分の面倒見て面倒見てるんですね。だから犬の立場から見ると人間っていうのは私が生まれる前に見ましたし、この人間が私は今死にかけてるんだけど、でもこいつはいまだに元気でいるんだよと。だから犬たちが宗教を作るならば永遠不滅の神様は人間になるんです。だって誕生は見たことはないし、生まれは見たことがないし、ずっといたんだから。ほいで年取ることは
それは犬にちょっと観察できんで、自分も一緒に年を取るし、自分の方が早いんですからね。犬の寿命は短いんだからね。だからいつだって人間の方が自分よりは若く見えちゃうんですね。だから犬にバカにされるのはそういうわけなんです。あんたまだ若いでしょうと。で、まあ犬って面白いんでしょう。犬の人権を守って飼ってあげると、犬はなんか先輩の役やろうとするんです。で、何やってるのかって聞きたくなるんだけど、やっぱりまあそれはそれでね、だから私は言ったのはこの相対的なことだから、我々人間は宇宙のくだらんことを調べたってもそんなに良い結論に達せないって達したからといって人間として生命としてそんな役に立てないんですね。宇宙のことを知ってたんだからといって怒りのない人間になるわけじゃないしね、欲のない人間になるわけじゃないしね。まあそういうことで自分のご自分のことを観察しなさいと言ったら、まあそれで因果法則を分かったことになる。因果法則を分かった人はまあ夜かの境地に達します。そういうことで因果と言ったっても因縁と言っても大体簡単に言い換えられるプレーです。はい。はい、ありがとうございます。